回はラインがたくさんあるデザインの描き方をご紹介いたします。こんにちは、アルコールインクアーティストのかなです。今回はこちらのラインがたくさんあるデザインの描き方をご紹介いたします。前半はどんな材料がこのアートに適しているのかを説明して、後半では描き方を詳しく解説していきます。ぜひ最後まで見てあなたも挑戦してみてください。まずは必要な材料について。ラインを出すために必要なものが3つあります。まず1つ目は IPA です。エタノールでも試しましたが、エタノールでは綺麗なラインが出ません。なので IPA をお使いください。エタノールで描いた作品はこんな感じです。ラインがぐにゃっとしています。2つ目はくるくるドライヤーです。私が普段使っている普通のドライヤーでは風が強くて綺麗なラインを出すことができません。ドライヤーで描いた作品はこんな感じです。風が強くてコントロールが難しいので、どうしてもラインが大きくなりすぎてしまいます。3つ目は濃い色のインクです。薄い色はラインが分かりにくいです。はじめは濃い色のインクで練習してみてください。コピックの場合は末尾が9に近いほど濃いインクになります。インクを選ぶ時の参考にしてみてください。はい、それではここから実践していきたいと思います。まず用意するものはこちらです。左から奈良ペーパー、油紙でも大丈夫です。 IPA の秘伝のタレ、ブラス、使いたいインク2種類ぐらいがいいと思います。あったら便利なものとしてシリコン筆、なくても大丈夫です。手袋、必要に応じて保護具を着用してください。くるくるドライヤー IPA です。次に下準備をしていきます。手袋をつけて IPA の秘伝のタレを作ります。作り方はアルコールでの秘伝のタレの作り方と同じです。用意するものは IPA とニードルスポイトとプラスです。ニードルスポイトの蓋を開けて上後を使って入れていきます。この辺まで IPA を入れました。それではブラスをよく振って入れていきます。結構たっぷり入れました。ブラスの粒子がぐるぐるしているのが見えるかなと思います。このくらいで OK です。そしたら蓋を閉めます。これで下準備が完了しました。 IPA の秘伝のタレができたら実際に描いていきます。ドライヤーは温風で弱の設定にしてください。ブラスはよく振っておきます。今回使用する色はこちらの2色です。まず描きたい範囲に IPA の秘伝のタレを敷きます。その上にインクを垂らします。お好みでブラスを追加してください。そしたら少し紙を持ち上げて紙の上でインクを混ぜます。この時シリコン筆を使ってもいいです。お好みで使ってください。混ぜ合わせたらくるくるドライヤーの弱い温風でインクを乾かしていきます。この時のポイントは利き手、私の場合は右手なんですけど、利き手でドライヤーを持って反対の手で紙を少し持ち上げます。傾けて持ち上げるという感じです。ちょっと実際にやってみます。
今この部分を乾かしました。左手で傾けていることによってインクが右の方へ傾いてきます。そこをすかさずドライヤーで乾かします。紙を左が高くて右が低いように傾けています。自分で線を引きたい場所までインクが来たらドライヤーを当てるという感じでかけていきます。この時に手を持つ場所は今こういう感じでラインを入れていきたいと思っています。なのでこのラインに対して直角になる位置を手で持つといいと思います。今だとここに対して直角なのでこの辺を手で持ってこの向き、左が高くて右が低い方向で傾けます。そうするとインクがこのラインに来てくれます。これを繰り返していきます。インクが乾いたなと思ったら秘伝のタレを足します。シリコン筆でなじませます。これは丸いので常に持つ位置を変えます。両側からたわませると真ん中にインクがたまるのでラインができやすいです。太いラインを作りたい場合はドライヤーで乾かす範囲を広げましょう。例えばこれぐらいの幅を乾かします、ドライヤーで。そして次に傾けてインクが来てほしいところまで来たら次のドライヤーをかけます。細かいラインを作りたい場合は左手で紙を傾けながらドライヤーを当て続ける感じです。細かく細かく当てていけば細かいラインができます。太いラインを作りたい時はある程度の幅を乾かしてから傾けてインクを持ってくるという感じです。普段のドライヤーとアルコールで描くよりかなり時間がかかりますが、ゆっくりじっくり線を描いていってください。
秘伝のタレの量によって動き具合が変わりますので、このくらいの量ならこのくらい傾けようと考えながら少しずつ練習してみてください。最初はたくさんの色から挑戦するのではなく、2色くらいから描いてみてください。まずは利き手でドライヤーを操れるようになって、反対の手で傾け具合を調整する。意外と同時にやることが多いので、最初は難しいと感じるかもしれませんが、練習あるのみ頑張ってください。ここからはただひたすら描いていきます。次は V28 を使っていきます。まず秘伝のタレを敷きます。インクを置きます。ブラシを少し垂らします。秘伝のタレにブラシが溶け込んでいるので、追加でブラシをかけなくても大丈夫です。こういった穴が生まれるので、筆があると便利です。ちょっと赤と紫を混ぜる感じで描きたいと思います。ゴールドが多いなと思った場合は、少しティッシュで下にティッシュを置いて流しておくとティッシュが吸収してくれます。こういう穴を筆で潰します。
完成しました。いかがだったでしょうか？今回はラインがたくさんあるデザインを描いてみました。両手を使ったり地道に描く描き方なので、慣れるまでたくさん練習してみてください。この動画がいいなと思われた方はぜひ高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。